おはようございます。いい加減配信。無責任 YouTuber UFO チャンネルの UFO です。2023年5月27日土曜日、大安です。旧暦は4月8日で旧の花祭り、お釈迦様のお誕生日だそうです。ほどイズムを宣言しましてです。ほどほど志してますが、なかなかほどほどが難しいんですよね。そういうわけなんですが、この配信も、やはり、自分のためにも字幕を入れて編集する方がいいのもありますし、なかなかその毎日ってことになると、配信とその字幕で大変なので、2日おきとか2、3日おきにライブ配信をさせていただこうと思っております。そういうわけで、今、7時ちょっと前ですが、始めさせていただきました。今日はですね、最初に俳句の話をしようと思ってたんですけど、バイト行って、チラシ入れる、仕分けの作業なんかをしていて、ちょっと、またそれで思ったことがあって、2つほどお話が、両方猫は同じ話ないような気もするので、別々の話題なので、ちょっと時間を長くして、させていただきますが、今朝の、昨日ぐらいからですけど、朝刊の一面はどこも多分、信州、長野の中野市でしたっけ？中野市ですね。そういう市があるって知らなかったんです。だいぶ、新潟に近い方みたいですけど、そこで、市会議長さんの息子さんが猟銃持って、立てこもって、家族やら、周りの人、警官の方も射殺されてしまったっていう大変な事件が起きて、騒がれていますが、それをやり始めたときに、大きい見出しではないですけど、悪口を言われて腹が立ったっていうようなことを供述しているっていう、一行があって、ちょっと大きな活字で書いてありましたけど、それを見て、甘やかされて育っちゃったなっていうような感じで、ふっとそう思ったんですけど、その時ですね、で、それはその時にやって、で、最後、今日割とスムーズに仕分け、できたんです。でも、最後になったら、一部新聞が余って、チラシが足りなくなったんです。で、2部入れちゃったと思って、慌ててこう、一部ずつこう開いて見てたら、新聞の方が、束になって、トラックで下ろすときに、暑い時は20部単位どっちだかわかんないんですけど、この紐で締まってあるやつが、20部で来るときと25部で来るときとあって、
大抵20部が多いんですけど、そうすると別のやつから5部ずつ足して、そこへチラシを挟んでいくんです。で、始まった頃は私慣れてないのもあって、チラシを2部、チラシの方を2つ重ねて入れちゃうことが多かったんですけど、最近この5部足した時に、余分に数を、入れちゃう。6部ね、えーたあの足す時があるみたいで、パッと見て5部だと思ったのが6部だった方が多くなってきました。で、その思った時に、1円を笑うもの、1円に泣くっていう、言葉がありますけど、あれ実に本当に、誰もがそうなんですよ。僕でもそうですけど、あー家族間のですね、最初のボタンの掛け違いがだんだんこう重なってくると、それは大変大きな問題の原因になっていることが多いなと思います。私なんかでも、かみさんと挨拶するときに返事もらってないって思うんですけど、かみさんの方は、してるって言うんですよ。してるつもりで、届いてない。僕は耳も悪いですしね。そういうこともあるんですけど、お互いのその思い違いですね。そういうのが重なってくると、そこでいらない喧嘩もしてみたりとか、そういうことが結構ありますね。で、子供の問題っていうのは、親の、夫婦の問題が反映されていることが多くて、で、その夫婦のその問題の中には、そのお互いの親子関係が、猫があったりして、そういうところへ、戻って、それはめんどくさいですけどね、せっかく積み上げてきたその生活を、もう一度、ブワッとガラガラポンして、で、どこに原因があったかっていうのを見つけるのは時間もかかるし、めんどくさいことですけど、それを、なんかアクシデントがあった時に、初めのうちに小さい、そういうトラブルみたいな時に、え片付けといた方が、こういう大きな事件にならないで済むんじゃないかなっていうことは思いました。天理教のお話の中でも、親様の、信者さん、皇帝の方がね、皇帝っていうのは、え大事にしていたお弟子さんみたいな人が、え若い時に、お入院がけ行った時に、お助けにね、行く時に、え8つの誇を、が、病気のもとだっていうようなことを言う、誰かにちょっと頑固親父さんみたいな人に言ったときに、わしはそういう悪い行いをした覚えがないっつって、どういうわけだって。で、布教に行かれた人は、ちょっとそこまでわからないんで、いっぺん家に、親様に聞いてきますって言って、結構遠いとこ行って帰ってきて、で、親様にそれを聞いたら、あのー自分では毎日こう、誇りは来るけれど、自分ではそういうしたつもりでも、ちっちゃい誇りほど、あの自分で思わないで、鏡に埃がついて、市民が目に見えないから、それがだんだん放っておくうちに拭いても払っても取れない、趣味になってしまう。その話を知って言われるって言われて、で、帰って行って、お助けに行った先で頑固親さんに言うと、それは本当にそうだ。
申し訳ありませんでしたって謝って、それでご指導いただいて信者さんになるっていう、そういう話があります。どちらも大変素直だから、今の私たちにはちょっと当てはまらないかもしれませんけれど、そういうことを絶対あったと思います。で、岸田総理の息子さんも今ね、なんだか国会でバカ騒ぎしたみたいなことで、問題になってまして、岸田夫妻がおもてなしして、サミットで成功して、いよいよ解散総選挙に打って出ようとしてたところを、ちょっと待ったがかかったような状態になってますが、あれもそういうことですよね。どっかで自民党だけではなしに立憲民主でも、維新でも、令和で新選組でもそうですけど、身内からのその反逆っていうのか、身内から足元を救われることが多いですよね。それもお互いの気持ちのずれっていうか、そこに、問題があると思うので、そういう時はもう元へ戻って、めんどくさいですけどね、それはやった方がいいだろうと思います。今日の俳句にこういうの、これからちょっと別の俳句の話題に、もう時間もなんなんで、さざ波のたみずや上しばかりになる。さざ波のたみずや上しばかりになる。高浜敏夫さんっていう方の俳句ですけど、高浜挙手の息子さんかお孫さんかだと思います。さざ波のたみずや上しばかりになる。これも細かい波の繊細な句ですね。俳句っていうのは、日本の伝統の五七五七七の和歌ですね。の伝統から、レンガっていうのがあって、連句っていう句座があって、そこで、宗匠みたいな人が、北句を読むわけです。それに、五七五を北句ですよね。で、七七とつけて、で、それをルールがあって、私もよく知りませんけど、面白そうだなって、一遍やってみたいなと思ってますが、そうやって大きな連句の流れの中から北句がだけ取り出して、作品になるようになって、それを松尾芭蕉がですね、芸術の域まで高めた。古池や河津飛び込む水の音っていうのが、誰でも子供でも聞いたことあるような有名な俳句ですけど、これは濁って、そんな面白くない俳句だっていう人もおられるみたいですけど、これは本当に深い、やっぱり俳句中の俳句だと私は思っています。私、カエルもありますのでね、前世が。で、これ、単純に読むと、古池に河津の飛び込む水の音ですよね。古池に河津飛び込む水の音ですけど、古池やでなってるところで、古池っていうのと河津の飛び込んだ水の音っていうの、空間と時間が広がり深まっていくんですね。俳句はもう突き詰めて、切って省略で、濃縮ジュースの元みたいなやつですけど、
で、私、絵も描いたりしますので、そういう絵っていうのはちょっと狂気みたいなところ、ね、狂う方の狂気ですけど、あって勢いで描けばいいっていうのをずっと思ってたんですけど、俳句もそういう流れで、一気に、でもその場所の場合は、そういう俳句もあると思いますけど、奥の細道なんかでは、あーその、あれ、紀行文ですよね。旅をした記録の俳句とその文章、行く川の何でしたっけ。月日は白帯の価格にしてってやつから始まる。大垣で、はまぐりの二見に分かれゆく秋ぞで終わる。春に始めて秋に終わるんですけど、あれは何度も何度もこう書き換えられて、推敲に推敲を重ねて、作っているんですね。何を私は言いたいかっていうと、こう切り取った、その一瞬だけの、うん、勢い、つき、つ、つ、なんかこう、バッと切り開くようなのと、それからその、積み重ねて、積み重ねて、えその言葉の、本来の言葉のその奥にある言葉以前のその世界を成り立たせているようなところへ迫っていこうという意志。これが両方噛み合ったときに一つの作品、皆が、古池や河津飛び込む水の音っていうのは、禅の方の、え松尾芭蕉も、禅をしておられたようで、その悟りを開いた時の句だっていうことも聞いたことありますが、それを鈴木大拙っていう、有名な仏教の禅の、方がアメリカへ行かれて禅を広めて、で、サリンジャーのライ麦畑で捕まえてっていう、サリンジャーっていう人もすごい、人ですけど、あの、あの頃はそういう東洋の仏教の禅のあれが精神みたいなのがすごく受け入れられて、ヒッピーですね。ヒッピーの中でムーブメントになったんですね。それで、サリンジャーのフラニーとゾイだったかなんかの中に、短編集の中に確か、芭蕉の句の作品が出てきています。で今、外国で英語とか、それぞれの国の言葉で俳句っていうのは、結構広まってもいるようですけど、俳句は五七五で、それで季語があって、ものすごいちっちゃい世界ですけど、そこからぶわっと広がるものがある。え瞬間と永遠。ランボーっていう詩人の詩の中に見つけた何を、永遠をっていうのがあるみたいですけど、そういう、から、俳句の中にも自由律っていうのがあって、五七五にこだわらず、
季語とかにもこだわらず、咳をすれば一人って尾崎豊斎さんの句とか、分け入っても青い山っていうのは三等歌ですよね。そういうふうに、みんなその自分の、まあ、皆さん、そんなにいい楽々には生きてはないんですよね。今、皆さん、楽な人はいないと思いますけれども、そういう中でその言葉のもっと奥へ入ったところで、自由を得る、そういう地球内部でも、マントルだか、何ですか、あれ、マグマか。激しく動いてて、地震も、5月になってからすごい大きいのがいっぱい、連続してるみたいで、だからみんな連動してると思う。みんな地球も奥へ入っている。そういうところで、美に入り、作用がつ、それは本当に、あれは、宮城まりこさんが言ってたかな。優しく、優しく、優しくね。優しいことは強いことっていう、私の好きな、あれありますけど、そういう世界へ皆さん入っていかれているんではないかなと思います。それでは、今日もいい一日をお過ごしください。Have a nice day. Goodbye. ゆほチャンネルありがとうございました。頑張ってください。